ご視聴いただきありがとうございます。ライセンスサービスです。今回の動画は、このチャンネルで最も多くの方にご視聴いただいている、ポン免試験参考動画を法令改正に合わせて更新しましたので、免許試験対策などにご活用くださいね。チャンネル運営者のプロフィールはこちらです。それでは始めます。問題1。徐行とは、車がすぐに止まれるような速度で進むことを言う。徐行とは、車がすぐに止まれるような速度で進むことを言う。答えは正しいです。徐行とは、車がすぐに停止できるような速度で進むこととして法令で定義されています。すぐに停止できるような速度で進むことの意味を理解しやすいように、一般にブレーキを操作してから停止するまでの距離がおおむね1メートル以内となるような速度で、時速 10km 以下の速度で進むこととされています。ただし、具体的に時速何キロと徐行の速度が定められているわけではありません。なぜなら、同じ速度で走行した場合でも、車の種類や制動能力、積み荷の状況、天候などによる路面の状態により、ブレーキを操作してから停止するまでの距離は同じではありません。また、道路の広い場合や狭い場合、見通しの良い場合や悪い場合によっても、同じ徐行でも求められる速度は違ってくるからです。そのようなことから法令では、徐行速度を一概に時速何キロとは決められていません。徐行の目的は、直前の危険状態に対処して、すぐに停止して事故を防止することなので、あくまでも徐行とは、具体的な速度そのものを言うのではなく、交通状況や天候などによる路面状態に応じて、すぐに停止できる速度を運転者が判断して進むことを言います。問題2。路側帯のある道路で、その中に入って駐車や停車できるところでも、歩行者の通行のため、0.5 メートル以上の余地を空けなければならない。路側帯のある道路で、その中に入って駐車や停車できるところでも、歩行者の通行のため、0.5 メートル以上の余地を空けなければならない。答えは、誤りです。路側帯のある道路で駐車や停車をするとき、その路側帯の幅が 0.75 メートルを超える場合は、その中に入って、路側帯の道路表示と並行に駐車や停車をします。そしてこの場合、車の左側に歩行者の通行のために開けておかなければならない余地は、0.5 メートル以上ではなく、0.75 メートル以上の余地を開けておかなければなりません。ここで、車が路側帯のある道路で駐停車する場合の方法を整理してみましょう。路側帯の幅が 0.75 メートル以下の場合は、路側帯に入らず車道の左端に沿います。そして、路側帯の幅が 0.75 メートルを超える場合は、路側帯に入り、車の左側に、歩行者が安全に通行できるように、0.75 メートル以上の余地を空けて駐停車します。この場合、路側帯の中に車の全部が入っても、まだその左側に 0.75 メートルを超える余地がある場合は、路側帯の表示に沿って駐停車します。ただし、路側帯の幅が 0.75 メートルを超える場合でも、実線と破線の路側帯や、2本の実線の路側帯のある道路では、路側帯の中に入ってはいけません。車道の左端に沿います。また、高速道路に設けられた路側帯に故障などのためやむを得ず駐停車する場合は、歩行者などの通行がないので、十分な幅のある路側帯の左端に沿います。問題3。大型貨物自動車と通行止めの標識のある道路でも、大型乗用自動車や中型乗用自動車は通行することができる。大型貨物自動車と通行止めの標識のある道路でも、大型乗用自動車や中型乗用自動車は通行することができる。答えは正しいです。大型貨物自動車等通行止めの標識がある道路でも、主に貨物を積載するための構造の自動車ではなく、主に人が乗車するための自動車である、大型乗用自動車や中型乗用自動車は通行することができます。一般に乗車定員30人以上のバスを大型乗用自動車、乗車定員11人以上29人以下のバスを中型乗用自動車といい、この標識の禁止の対象車両ではありません。そして、大型貨物自動車等通行止めの標識がある道路を通行してはいけない自動車は、大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車です。問題4。自動車が展開するときに行う合図の場所や方法は、環状交差点を除き、右折するときと同じである。
自動車が展開するときに行う合図の場所や方法は、環状交差点を除き、右折するときと同じである。答えは、正しいです。自動車が展開か右折をするときの合図を行う場所や方法は同じです。合図を行う場所は、右折や展開をしようとする場所から30メートル手前です。そして合図の方法は、右側の方向指示器を操作するか、右腕を車の右側の外に出して水平に伸ばすか、左腕を車の左側の外に出して肘を垂直に上に曲げます。問題5。駐車場から歩道を横切って車道に出るとき、誘導員の合図があったので、徐行して歩道を横切った。駐車場から歩道を横切って車道に出るとき、誘導員の合図があったので、徐行して歩道を横切った。答えは、誤りです。車は道路に面した場所に出入りするため、歩道や路側帯を横切るときは、その直前で一時停止して歩行者の通行を妨げないようにしなければなりません。この場合、歩道を通行する歩行者がいてもいなくても、一時停止することが定められています。たとえ、誘導員が安全を確かめ車道へ出る合図をしたとしても、必ずしも安全とは限らないので、徐行ではなく、歩道などの手前で一時停止して安全を確かめます。問題6。車に重い荷物を積んで運転するときは、荷物の重さでブレーキの利きが良くなり、停止距離が短くなるので、車間距離も短くても良い。車に重い荷物を積んで運転するときは、荷物の重さでブレーキの利きが良くなり、停止距離が短くなるので、車間距離も短くても良い。答えは、誤りです。一般に、車に重い荷物を積んで運転しているときは、荷物の重さで車が動き続けようとする力が強く働くので、ブレーキの利きが悪くなります。そのため、制動距離が長くなり停止距離も長くなります。その他、路面が雨に濡れていたりタイヤがすり減っている場合も制動距離が長くなります。そのようなことから、車間距離が短いと追突事故などの原因になるので、車間距離を長めに取ったり、速度を控えて運転するようにしましょう。問題7。やむを得ず二輪車を急停止させるため、強いブレーキをかけるときは、前輪ブレーキは補助的に使い、後輪ブレーキをできるだけ強くかけると良い。やむを得ず二輪車を急停止させるため、強いブレーキをかけるときは、前輪ブレーキは補助的に使い、後輪ブレーキをできるだけ強くかけると良い。答えは、誤りです。二輪車を急停止させるため強いブレーキをかけるときは、後輪ブレーキだけを強くかけても、後輪タイヤは滑りやすく、短い距離で停止させることはできません。二輪車は四輪車と比べてホイールベースが短く重心の位置が高いことから、ブレーキをかけると車体の重心が前方に移るため、後輪の接地力が減り、前輪の接地力が増加する働きが起こります。そのようなことから、やむを得ず急停止させるため強いブレーキ操作の必要な時は、乾燥した路面では一般的に、接地力が増加する前輪を徐々に強めにかけ、後輪は接地力が減るので、タイヤが滑り出さないように弱めに操作します。問題8。高速道路を走行しているとき、積み荷が転落したので、直ちに自動車を路側帯に止めて、運転者が自分で転落物を回収した。高速道路を走行しているとき、積み荷が転落したので、直ちに自動車を路側帯に止めて、運転者が自分で転落物を回収した。答えは、誤りです。高速道路を通行するときは、前もって荷物が転落したり飛散しないように点検し、必要があればロープを締め直したり、荷物を積み直さなければなりません。また、車に積載しているものが道路に転落や飛散したときは、高速道路に限らず一般道路でも、速やかに道路における危険を防止するための必要な措置を取らなければなりません。ただし、高速道路上では運転者自らが転落物を回収することは危険なので、110番通報で警察に連絡するとともに、非常電話などを利用して、転落物などの回収除去を依頼します。問題9。保護者などの付き添いがない通学中の数人の子供が歩いているそばを通行するとき、十分な間隔があったので、そのままの速度で通行した。保護者などの付き添いがない通学中の数人の子供が歩いているそばを通行するとき、十分な間隔があったので、そのままの速度で通行した。
答えは誤りです。保護者などが付き添っていない子供のそばを通行するときは、十分な間隔が取れる場合でも、一時停止か徐行して、その子供が安全に通行できるようにしなければなりません。子供は興味を引くものに夢中になり、突然路上に飛び出したり、判断力が未熟なため無理に横断しようとすることがあるので、十分な間隔をとっているつもりでも予測しない行動から事故が起きることがあります。子供が一人で歩いているときは、安全に行動することを期待できないので、一時停止か徐行をして通行することが必要です。なお、子供が一人で歩いている場合とは、保護者などが付き添っていない児童や幼児のことで、複数の子供が歩いている場合も同じです。問題10。踏切を通過するとき、踏切内で停止しないように一気に通過するため、発進直後に高速ギアに入れ、歩行者や対向車に注意しながらやや中央寄りを通過した。踏切を通過するとき、踏切内で停止しないように一気に通過するため、発進直後に高速ギアに入れ、歩行者や対向車に注意しながらやや中央寄りを通過した。答えは誤りです。マニュアル車で踏切を通過するときは、踏切内でのエンストを防止するため変速しないで、発進した時の低速ギアのまま一気に通過するようにします。一気に通過するとは、速度を速くするという意味ではなく、途中で止まることなく、一度にという意味です。また、歩行者や対向車に注意しながら、落輪しないようにやや中央寄りを通るようにしましょう。問題11。友人を路線バスの停留所まで送るとき、その停留所の表示板から10メートル以内の場所に自動車を止めて降ろした。友人を路線バスの停留所まで送るとき、その停留所の表示板から10メートル以内の場所に自動車を止めて降ろした。答えは誤りです。運行時間中の路線バスの停留所の表示板から10メートル以内は、駐車も停車も禁止されている場所のため、この場所で友人を降ろすことはできません。友人をバス停まで送って降車させる場合は、人の乗り降りのための停止なので停車になります。問題12。対面する信号が赤色の灯火の点滅する交差点を左折するとき、交差道路を通行する車がなかったので、徐行して交差点に入った。対面する信号が赤色の灯火の点滅する交差点を左折するとき、交差道路を通行する車がなかったので、徐行して交差点に入った。答えは誤りです。対面する信号が赤色の灯火が点滅しているときは、車や路面電車は停止位置で一時停止しなければなりません。交差道路の交通状況に関係なく、停止位置で一時停止し、安全を確認した後に進むことができます。なお、この場合の停止位置とは、停止線のあるところでは停止線の直前です。停止線のないところでは、交差点の直前、交差点のすぐ近くに横断歩道などがあるときはその直前です。問題13。高速道路を通行するときは、非常信号用具や停止表示機材を備えておくが、一般道路では備える必要はない。高速道路を通行するときは、非常信号用具や停止表示機材を備えておくが、一般道路では備える必要はない。答えは誤りです。一般道路においても、自動車には非常信号用具の備え付けが保安基準により義務付けられています。非常信号用具は赤色懐中電灯と発煙筒の2種類あり、どちらかを備え付けます。高速道路や踏切などでの事故や故障で走行不能となったような場合に使用して、事故を防止することを目的としたものです。ただし、二輪の自動車や大型特殊自動車などは備え付け義務から除かれています。そして、停止表示機材は、高速道路で故障などの際に表示義務があるため、高速道路を走行しようとするときは備えておく必要があります。また、一般道路においても万一の故障や事故のために備えておきましょう。問題14。歩道の縁石に黄色の破線の表示のあるところで人を降ろすために停止した。歩道の縁石に黄色の破線の表示のあるところで人を降ろすために停止した。答えは正しいです。歩道の縁石の黄色の破線の表示は駐車禁止の表示で、この場所では車は駐車をしてはいけないことを示しています。
こちらの駐車禁止の標識と同じ意味を表しています。そして、人の乗り降りのための停止は停車ですので、人を降ろすためにこの場所に停止することができます。問題15。準中型免許を受けて1年を経過していない初心運転者は、普通自動車も運転することができるが、この場合でも初心者マークをつけなければならない。準中型免許を受けて1年を経過していない初心運転者は、普通自動車も運転することができるが、この場合でも初心者マークをつけなければならない。答えは正しいです。普通免許を持っていない人が新規に準中型免許を受けて1年を経過していない初心運転者の場合は、準中型自動車を運転するときはもちろん、普通自動車を運転するときも初心者マークをつけなければなりません。ただし、当然のことですが、すでに普通免許を受けて1年が経過した人が、新規に準中型免許を受けた場合は、準中型自動車を運転するときは初心者マークをつけなければなりませんが、普通自動車を運転するときは、初心者マークをつける必要はありません。さらに、普通免許を通算して2年以上受けていた人が、準中型免許を受けた場合は、準中型自動車を運転する場合も初心者マークをつける必要はありません。問題16。一般原動機付き自転車で、一般原動機付き自転車の右折方法、小回りの標識のある交差点を右折するとき、交通整理が行われ、3つの車両通行帯があったので2段階右折をした。一般原動機付き自転車で、一般原動機付き自転車の右折方法、小回りの標識のある交差点を右折するとき、交通整理が行われ、3つの車両通行帯があったので2段階右折をした。答えは誤りです。一般原動機付き自転車で右折するときは、たとえ交通整理が行われ、3つ以上の車両通行帯のある道路の交差点でも、一般原動機付き自転車の右折方法、小回りの標識のある交差点では、2段階右折ではなく、自動車と同じ方法で、あらかじめ道路の中央により、交差点の中心のすぐ内側を徐行しながら通行しなければなりません。ちなみにこの交差点で、一般原動機付き自転車の右折方法、小回りの標識がない場合は、交通整理が行われ、車両通行帯が3以上ある道路の交差点なので、2段階右折の方法により右折しなければなりません。問題17。故障車を牽引しているため、時速 50km 以上の速度で走ることができない自動車は、高速自動車国道を通行することができない。故障車を牽引しているため、時速 50km 以上の速度で走ることができない自動車は、高速自動車国道を通行することができない。答えは正しいです。高速自動車国道の本線車道は、時速 50km に達しない速度で運転してはいけない最低速度の定めがあるので、その速度に達しない速度では通行することはできません。そのため、故障車をロープやクレーンなどで牽引する場合の法定速度は、高速自動車国道の最低速度より遅いので、通行することができません。また、小型特殊自動車も、最低速度に達する速度で運転できない車両の構造のため、通行することができません。なお、自動車専用道路は、最低速度の定めがないのでこれらの自動車でも通行することができます。問題18。大型自動二輪車と普通自動二輪車、一般原動機付き自転車の荷台には 60kg まで荷物を積むことができる。大型自動二輪車と普通自動二輪車、一般原動機付き自転車の荷台には 60kg まで荷物を積むことができる。答えは誤りです。座席や荷台を備える大型自動二輪車と普通自動二輪車は 60kg まで積むことができますが、荷台を備える一般原動機付き自転車は 30kg までしか荷物を積むことができません。ちなみに荷物は座席や荷台に積むことができますが、運転の妨げになるような積み方をしてはいけません。問題19。横断歩道に近づいたとき、横断している人がいるときでも、その歩行者の妨害にならない場合は速度を落として進むことができる。横断歩道に近づいたとき、横断している人がいるときでも、その歩行者の妨害にならない場合は速度を落として進むことができる。答えは誤りです。
横断歩道に近づいたとき、横断している人や横断しようとしている人がいるときは、横断歩道の手前で一時停止して、歩行者に道を譲らなければなりません。運転者からは速度を落として進めると思える場合でも、歩行者は不安や危険を感じたりすることがあります。なお、横断歩道に近づいたとき、横断する人がいないことが明らかなときは、そのまま進むことができます。そして、横断する人がいるかいないか明らかでないときは、停止できるように速度を落として進まなければなりません。問題20。車を運転中、大地震の警戒宣言が発せられたので、やむを得ず車を道路の左側に寄せてエンジンを止め、盗難予防のためドアロックして避難した。車を運転中、大地震の警戒宣言が発せられたので、やむを得ず車を道路の左側に寄せてエンジンを止め、盗難予防のためドアロックして避難した。答えは誤りです。大規模な地震災害が起きる恐れのある地域では、大地震の警戒宣言が発せられたときは、車の通行が禁止されたり制限されます。そのような時、車を置いて避難するときは、緊急車両などの妨害にならないように、できるだけ道路外の場所に移動しますが、やむを得ず道路上に置いて避難するときは、道路の左側に寄せて駐車します。そして、エンジンを止め、エンジンキーはつけたままか、運転席などの分かりやすい場所に置いておきます。四輪車は窓を閉め、ドアはロックしないで避難します。エンジンキーをつけたままにしたり、ドアロックしないのは、緊急車両の妨害になったとき、その車を移動するためです。問題21。左側の通行帯がバス専用通行帯に指定されているところでは、自動車は左折する場合でもその通行帯を通行してはいけない。左側の通行帯がバス専用通行帯に指定されているところでは、自動車は左折する場合でもその通行帯を通行してはいけない。答えは誤りです。バス専用通行帯に指定されている通行帯は、路線バスなどと小型特殊自動車、原動機付き自転車、軽車両を除く他の車はその通行帯を通行してはいけません。しかし、左折するため道路の左端に寄る場合は、左端にあるバス専用通行帯を通行することができます。その他、右折する場合、工事でやむを得ない場合、緊急自動車に進路を譲る場合なども、専用通行帯に指定されている道路でも通行することができます。なお、小型特殊自動車や原動機付き自転車、軽車両は、一番左側の通行帯がバス専用通行帯でも、右折や道路工事などでやむを得ない場合を除き、一番左側の通行帯を通行しなければならないことが定められています。問題22。一方通行の道路では、道路の中央から右の部分を通行することができる。一方通行の道路では、道路の中央から右の部分を通行することができる。答えは正しいです。一方通行の道路では、対向車がなく、通行する車の進行方向が同じなので、対向車と行き違うことを前提とした左側通行の原則に従う必要はありません。道路の中央から右側部分を通行することができます。そして、一方通行の道路以外でも、道路の中央から右側部分を通行できる場合として、道路の左側部分の幅が狭いとき、道路工事などのため左側部分だけでは通行できないとき、道路の左側部分の幅が6メートル未満の道路で他の車を追い越そうとするときなどがあります。ただし、一方通行と違い、対向車がある道路なので、そのはみ出し方はできるだけ少なくなるようにしなければなりません。問題23。路側帯は、歩行者と特例特定小型原動機付き自転車、軽車両が通行できるが、実線と破線の路側帯は、歩行者しか通行できない。路側帯は、歩行者と特例特定小型原動機付き自転車、軽車両が通行できるが、実線と破線の路側帯は、歩行者しか通行できない。答えは誤りです。一本の実線で示された路側帯と実線と破線で示された路側帯はどちらも歩行者と特例特定小型原動機付き自転車、軽車両が通行できます。ただし、通行することができる路側帯でも特例特定小型原動機付き自転車と軽車両は道路の左側に設けられた路側帯しか通行することができません。
ここで特例特定小型原動機付き自転車についてご説明します。車体の大きさや構造、保安基準は特定原付と同じですが、速度設定を時速 6km 以下にして、最高速度表示灯である緑のランプを点滅させるなどの一定の要件に沿って運転する場合で、歩道や路側帯を通行することができる場合があります。詳しくはこちらの動画をご視聴してくださいね。また、路側帯とは、歩道のない道路で、白の線によって区分された道路の端の部分です。歩道が設けられている場合は、路側帯ではなく、白の線の外側も車道になります。そして、路側帯は3種類あって、その違いは次の通りです。1本の実線の路側帯と実線と破線の路側帯は、歩行者と特例特定小型原動機付き自転車、軽車両が通行できますが、2本の実線の路側帯は、特例特定小型原動機付き自転車も軽車両も通行できません。歩行者の通行だけができます。問題24。オートマチック車を下り坂で駐車させておくとき、チェンジレバーは P の位置よりも R の位置に入れておくのが良い。オートマチック車を下り坂で駐車させておくとき、チェンジレバーは P の位置よりも R の位置に入れておくのが良い。答えは誤りです。オートマチック車を駐車させておくときは、上り坂下り坂、平地などの場所に関係なく、チェンジレバーは駐車するときに使う P、パーキングの位置に入れておきます。なお、マニュアル車を駐車させておくときは、平地や下り坂ではバック、上り坂ではローにギアを入れておきますので、オートマチック車とマニュアル車で間違わないようにしましょう。問題25。自分の車より法定最高速度の低い車に追い越されるときは、進路を譲らなくても良い。自分の車より法定最高速度の低い車に追い越されるときは、進路を譲らなくても良い。答えは誤りです。追い越される時の注意として、他の車に追い越される時は、追い越しが終わるまで速度を上げてはいけません。また、追い越しに十分な余地がない場合は、できるだけ左により、進路を譲らなければなりません。この場合、後方から追い越そうとしている車の法定最高速度が自分の車より高い車だけではなく、同じか低い車でもその車よりも遅い速度で運転を続けようとするときは、加速の禁止と進路を譲る義務があるので、自分の車より法定最高速度の低い車に追い越されるときも、進路を譲らなくてはなりません。問題26。災害が発生し、道路が通行禁止区域等に指定されたときは、速やかに規制が行われている道路以外の場所に車を移動させなければならないが、速やかな移動が困難なときは、緊急事態なので車をそのまま放置すると良い。災害が発生し、道路が通行禁止区域等に指定されたときは、速やかに規制が行われている道路以外の場所に車を移動させなければならないが、速やかな移動が困難なときは、緊急事態なので車をそのまま放置すると良い。答えは誤りです。災害が発生した場合、または発生しようとしている場合は、災害対策基本法により、緊急通行車両以外の車両の交通規制が行われることがあります。この場合、通行禁止区域等内の一般車両は、速やかに車を規制が行われている道路以外の場所に移動させなければなりません。そして、速やかな移動が困難な時は、車をできるだけ道路の左端に沿って駐車するなど、緊急通行車両の通行妨害とならないようにしなければなりません。そのまま放置すると、災害応急対策に支障をきたすことがあります。問題28。近くに交差点のない道路を通行しているとき、横断歩道のあるところで、警察官が赤色を示す手信号をしていたので、その警察官の1メートル手前で停止した。近くに交差点のない道路を通行しているとき、横断歩道のあるところで、警察官が赤色を示す手信号をしていたので、その警察官の1メートル手前で停止した。答えは誤りです。近くに交差点のない道路を通行しているときに、横断歩道や自転車横断帯などがあるところで、警察官などが赤色の信号を示す手信号をしているときは、横断歩道などの直前が停止位置です。歩行者が横断歩道を安全に横断するための信号なので、横断歩道上で止まったりしないようにしなければなりません。
なお、警察官などの1メートル手前で停止する場合は、交差点のない道路で横断歩道などもない場合の停止位置です。問題29。カーブを通行するときは、カーブの半径が大きくなればなるほど遠心力も大きくなる。カーブを通行するときは、カーブの半径が大きくなればなるほど遠心力も大きくなる。答えは誤りです。車を運転しているとき、カーブや曲がり角でハンドルを切り始めると、そのまま直進しようとする自然の力が働くので、カーブなどの外側に飛び出そうとします。これを遠心力と言います。そして、この遠心力は、カーブなどの半径が小さければ小さいほど、遠心力が大きくなります。また、遠心力は、速度の2乗に比例して大きくなるので、速度が2倍になれば4倍に、速度が3倍になれば9倍になります。さらに、車の重量が重くなればなるほど、遠心力は大きくなります。この遠心力が大きくなりすぎると、車を安全に操作することが難しくなるので、カーブの手前では十分速度を落とすことが大切です。問題30。中型免許を受けた人は、乗車定員30人のバスを運転することができる。中型免許を受けた人は、乗車定員30人のバスを運転することができる。答えは誤りです。乗車定員30人以上のバスは大型自動車なので、大型免許を取得しなければ運転することができません。乗車定員の後の以上や以下は、その乗車定員も含みますので、30人以上のバスといえば乗車定員30人のバスも大型自動車に含まれます。また乗車定員には運転者も含みます。なお、中型免許では、乗車定員29人以下のバスを運転することができます。そして、準中型免許と普通免許では、乗車定員10人以下の自動車を運転することができます。問題31。勾配の急な道路の曲がり角付近で、右側通行の表示があるところでは、対向車が来ていても優先的に、道路の中央から右の部分にはみ出して通行することができる。勾配の急な道路の曲がり角付近で、右側通行の表示があるところでは、対向車が来ていても優先的に、道路の中央から右の部分にはみ出して通行することができる。答えは誤りです。勾配の急な道路の曲がり角付近で、道路の中央から左の部分だけでは、通行することが困難な場合があります。そのような場所に右側通行の表示が設けられていることがあります。この表示が設けられている場所では、道路の中央から右の部分を通行することができますが、対向車より優先的に通行できるものではありません。道路の中央から右の部分にはみ出して通行しようとするときは、対向車に十分注意したり、対向車が近づいているときには、進路を譲る必要もあります。また、このように道路の右の部分にはみ出して通行するときは、対向車との衝突を避けるために、一方通行の道路を除いて、できるだけそのはみ出し方が少なくなるようにしなければなりません。道路整備とともに見かけることが少なくなってきた表示です。問題32。普通自動二輪車が故障したので、車道をエンジンをかけないで押して歩いた。普通自動二輪車が故障したので、車道をエンジンをかけないで押して歩いた。答えは誤りです。自動二輪車や原動機付き自転車などを押して歩く場合は、歩行者として扱われます。そして、歩道や路側帯と車道のある道路では、歩行者は原則として、歩道や路側帯を通行しなければなりません。したがって、二輪車が故障などのため押して歩く場合は、エンジンを止めて歩道などを通行しなければなりません。ただし、側車付きのものや他の車を牽引しているもの、エンジンをかけている場合は歩行者として扱われませんので、歩道などを通行することができません。歩道などと車道の区別のある道路では、歩行者と車が安全で円滑な通行をするために、歩行者は歩道を、車は車道を通行します。問題33。自動車の前面ガラスに貼ってあるステッカーの数字は、検査を受けた時期を示している。自動車の前面ガラスに貼ってあるステッカーの数字は、検査を受けた時期を示している。答えは誤りです。
自動車の前面ガラスなどに貼り付けてあるステッカーは、自動車の検査に合格すると、自動車検査証とともに交付される検査表彰といいます。この検査表彰の数字は、自動車の検査を受けた時期ではなく、次の検査を受ける時期を示しています。この検査表彰の場合は、令和7年11月に自動車検査証の有効期間が終わることを示しています。引き続いてこの自動車を使用する場合は、次の検査を受けなければなりません。なお、貼り付ける場所は、前面ガラスの内側に、前方と運転者席の両方から見やすいように貼り付けて表示しなければなりません。自動二輪車など、運転室や前面ガラスのない自動車は、後ろのナンバープレートの左上に見やすいように貼り付けて表示します。問題34。停止をするときの合図は、停止をしようとするときに合図をすればよい。停止をするときの合図は、停止をしようとするときに合図をすればよい。答えは、正しいです。停止や徐行をするときの合図の時期は、停止か徐行をしようとするときにします。合図の方法は、制動灯をつけるか、腕を車の外に出して斜め下に伸ばします。また、交代するときの合図をする時期も、交代しようとするときに合図をします。合図の方法は、交代灯をつけるか、腕を車の外に出して斜め下に伸ばし、手のひらを後ろに向けてその腕を前後に動かします。問題35。安全地帯に歩行者がいたので、徐行して通行した。安全地帯に歩行者がいたので、徐行して通行した。答えは、正しいです。車は歩行者のいる安全地帯のそばを通るときは、歩行者の安全を守るため徐行しなければなりません。しかし、歩行者がいないときは徐行する必要はありません。ただし、安全地帯のある停留所に路面電車が止まっているときは、乗り降りする人がいてもいなくても、徐行して通行しなければなりません。路面電車の停留所に歩行者がいないときであっても、路面電車から歩行者が降りてきて道路を渡り出したり、慌てて路面電車に乗車しようとして、歩道側から道路を横断しようとする歩行者が急に現れるかもしれないからです。問題36。交差点とその手前から30メートル以内の場所では、優先道路を通行している場合を除き、自動車や一般原動機付き自転車を追い越すため、進路を変えたり、その横を通過してはいけない。交差点とその手前から30メートル以内の場所では、優先道路を通行している場合を除き、自動車や一般原動機付き自転車を追い越すため、進路を変えたり、その横を通過してはいけない。答えは、正しいです。車は交差点とその手前から30メートル以内の場所での追い越しは、追い越そうとする前の車やその他の死角により、交差道路の交通状況が十分確認できないことなど、他の交通との衝突の恐れがあるので、追い越しが禁止されています。ただし、例外規定として、このような追い越しを禁止する場所であっても、自転車等の軽車両や特定小型原動機付き自転車を追い越すことは禁止されていません。また、優先道路を通行している場合は、交差道路から優先道路に入ろうとする車に進路を妨げてはいけない義務があるので、その車が交通ルールを守り、一時停止や徐行をするなど危険な進入をしないものとして期待できるので、追い越しをすることが禁止されていません。なお、優先道路とは、優先道路の標識がある道路や、交差点の中まで中央線や車両通行帯の表示のある道路です。問題37。前方の交差点を左折するとき、左折する直前にできるだけ道路の左端により、交差点の側端に沿って徐行して通行した。前方の交差点を左折するとき、左折する直前にできるだけ道路の左端により、交差点の側端に沿って徐行して通行した。答えは、誤りです。交差点を左折しようとするときに、道路の左端に寄せる時期は、左折する直前ではありません。左折する直前に寄せようとしても、左端に寄せることができなかったり、後ろから進んでくる直進や右折をしようとする車に迷惑をかけることがあります。交差点を左折しようとするときは、あらかじめできるだけ道路の左端に寄せます。そして、交差点の側端に沿って徐行して通行しなければなりません。問題39。一般原動機付き自転車や大型自動二輪車と普通自動二輪車の積み荷の高さの制限は、
地上から2メートル以下である。一般原動機付き自転車や大型自動二輪車と普通自動二輪車の積み荷の高さの制限は地上から2メートル以下である。答えは正しいです。一般原動機付き自転車や大型自動二輪車と普通自動二輪車の積み荷の高さの制限は同じで、地上から2メートル以下です。その他、荷物の積み方も一般原動機付き自転車と自動二輪車は同じで、荷物の長さは荷台から後方に 0.3 メートルまで、荷物の幅は荷台の幅から左右に 0.15 メートルまではみ出して積むことができます。しかし、積むことができる荷物の重さは二輪車の種類によって違います。積載できる重量は一般原動機付き自転車は 30kg までですが、大型自動二輪車と普通自動二輪車は 60kg まで積載することができます。問題40。雪道や凍っている道路でもスタッドレスタイヤやタイヤチェーンなどをつけていれば夏道の運転と同じで良い。雪道や凍っている道路でもスタッドレスタイヤやタイヤチェーンなどをつけていれば夏道の運転と同じで良い。答えは誤りです。雪道や凍結した道路では、たとえスタッドレスタイヤやタイヤチェーンをつけていても、横滑りしたり制動距離が長くなるなどの危険が多く、タイヤチェーンは速度を出しすぎると切れたり外れたりすることもあります。そのため急発進や急ハンドル、急ブレーキをかけないように、乾いた舗装道路を運転するときよりも特に注意して慎重に運転しなければなりません。そして、雪道や凍結した道路を運転するときに心がけなければならないことは、速度を一定に保ちながら低速で走行します。ブレーキは車がまっすぐ走行しているときにかけたり、右左折するときやカーブの手前などでは十分減速して、適当なギアのエンジンブレーキを使います。停止するときはエンジンブレーキを使って十分減速し、ブレーキペダルを数回に分けて踏みます。雪道ではできるだけ他の車が走行したタイヤの後の轍を走行するのが安全です。また、雪道を運転する時のご参考として、次の標識の意味も覚えておきましょう。タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止めの標識が表示されている道路では、大雪特別警報や大雪に対する緊急発表が行われるような降雪がある時に、チェーン規制が発令されます。この場合、スタッドレスタイヤをつけていても、四輪駆動車であっても、タイヤチェーンをつけていないと通行することができなくなります。問題41。警察官が手信号で腕を垂直に上げているとき、警察官に対面する交通は、赤色の灯火の信号と同じ意味である。警察官が手信号で腕を垂直に上げているとき、警察官に対面する交通は、赤色の灯火の信号と同じ意味である。答えは正しいです。警察官などが手信号で腕を垂直に上げているとき、その警察官などに対面する交通は赤色の灯火の信号と同じ意味を表しています。警察官などに対面する交通とは、警察官のお腹や背中の方向に向かって進む交通のことで、もう少しややこしい言葉で、警察官などの身体の正面に並行する交通に交差する交通という言い方もあります。そして、この場合、この警察官などの身体の正面に並行する交通は、黄色の灯火の信号と同じ意味を表しています。警察官などの身体の正面に並行する交通とは、警察官の体の横の方向に向かって進む交通のことです。なお、警察官などに対面する交通は、警察官などが腕を垂直に上げていても、横に水平に上げていても、赤信号と同じ意味を表しています。問題42。二輪車でカーブを走行するときは、クラッチを切って打力で一定の速度を保ち、カーブの後半で前方の安全を確認しながら徐々に加速すると良い。二輪車でカーブを走行するときは、クラッチを切って打力で一定の速度を保ち、カーブの後半で前方の安全を確認しながら徐々に加速すると良い。答えは誤りです。二輪車でカーブを走行しようとするときは、その手前の直線部分であらかじめ十分速度を落とし、カーブの途中ではクラッチを切らないで車輪にエンジンの力をかけて走行します。クラッチとは MT 車の車でエンジンの力を車輪に伝えたり切ったりする装置で、発進や停止、ギアを切り替えるときに使います。二輪車の場合、左側のレバーで操作します。
そして、二輪車でカーブを曲がるときは、カーブの内側に車体を傾けることによって、自然に曲がるようにしますが、この時、クラッチを切って打力で曲がろうとすると、エンジンの力を車輪に伝えられないので、カーブを走行する速度と遠心力のバランスが崩れやすくなります。その結果、走行する速度が落ちてくると二輪車が内側に傾きすぎたり、カーブの内側へはみ出そうとしたり、速度が速すぎると二輪車が起き上がろうとして、カーブを曲がりきれず外側に飛び出そうとするので、安定した安全なカーブ走行が困難になり危険です。そのようなことから、二輪車で安定したカーブ走行をするためには、アクセルグリップを操作してエンジンの力を後輪にかけ、傾いた車体を起こす働きを活用します。カーブまでに十分速度を落とし、アクセルグリップを少し回すようにして、一定の速度を保ち、車体の傾きを調整してカーブを走行するようにします。繰り返しますが、この時クラッチを切ってしまうと、エンジンの力が後輪に伝わらないので、クラッチを切らずにエンジンの力を後輪にかけてカーブを走行します。問題43。故障車を丈夫なロープで牽引するとき、牽引する車と故障車の間を10メートル以内でつなぎ、ロープに 0.3 メートル平方以上の赤い布をつけた。故障車を丈夫なロープで牽引するとき、牽引する車と故障車の間を10メートル以内でつなぎ、ロープに 0.3 メートル平方以上の赤い布をつけた。答えは誤りです。故障車をロープで牽引するときは、牽引する車と故障車との間を5メートル以内でつなぎ、ロープに白い布をつけなければなりません。5メートル以内を保ちながら、白い布をつけます。故障車をロープなどで牽引するときの方法は、次の通りです。1、丈夫なロープなどで確実につなぎます。2、牽引する車と故障車との間は、安全な間隔として5メートル以内を保ちます。3、ロープなどの見やすい箇所に 0.3 メートル平方以上の白い布をつけます。4、故障車にその車を運転することができる免許を持っている人を乗せてハンドルやブレーキなどを操作させます。これらのことも覚えておきましょう。問題44。丸型の標識で青地に白の左向きに曲がった矢印の標識は前方の信号の色に関係なく歩行者など周りの交通に注意して左折することができる。丸型の標識で青地に白の左向きに曲がった矢印の標識は前方の信号の色に関係なく歩行者など周りの交通に注意して左折することができる。答えは誤りです。丸い形で青地に白の左向きに曲がった矢印の標識は指定方向外進行禁止の標識です。この標識のある交差点では矢印の示す方向にしか進むことができないことを表しています。この標識の場合は交差点を左折しかできません。車が前方の信号の色に関係なく歩行者など周りの交通に注意して左折することができる交差点は左折可の表示板がある場合です。一方通行の標識によく似ていますのでご注意ください。問題45。大型免許を受けていれば大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車及び一般原動機付き自転車を運転することができる。大型免許を受けていれば大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車及び一般原動機付き自転車を運転することができる。答えは誤りです。大型免許を受けていれば大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、一般原動機付き自転車を運転することができます。しかし大型特殊自動車を運転することはできません。自動車などを運転しようとするときはその自動車などの種類に応じた第一種免許を受けなければなりませんが、受けた免許で運転できる自動車などには次の取り決めがあります。運転免許には上位免許と下位免許と言われる取り決めがあって、上位免許を受けた人はその下位免許で運転することができる自動車なども運転することができます。
そのため、大型免許の皆免許は、中型免許、準中型免許、普通免許、小型特殊免許、原付免許なので、大型免許を受けると、大型自動車のほか、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、一般原動機付き自転車も運転することができます。また、これらの皆免許も同じように、上位免許と皆免許の関係があります。中型免許を受けると、中型自動車のほか、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車と一般原動機付き自転車を運転することができます。準中型免許を受けると、準中型自動車のほか、普通自動車、小型特殊自動車と一般原動機付き自転車を運転することができます。普通免許を受けると、普通自動車のほか、小型特殊自動車と一般原動機付き自転車を運転することができます。なお、小型特殊免許と原付免許には、皆免許はありませんので、小型特殊免許を受けると小型特殊自動車を、原付免許を受けると一般原動機付き自転車だけをそれぞれ運転することができます。そして、間違えやすいのが、大型特殊免許は、これらの免許の皆免許ではないので、たとえ大型免許を受けても大型特殊自動車を運転することはできません。大型特殊免許の上位免許はなく、大型特殊自動車を運転するときは、大型特殊免許を受けなければなりません。なお、大型特殊免許を受けると、大型特殊自動車と、その皆免許である小型特殊自動車と、一般原動機付き自転車を運転することができます。問題46。四輪車で走行中、エンジンの回転数が上がり、故障のため下がらなくなったので、ギアをニュートラルにして直ちにエンジンを切った。四輪車で走行中、エンジンの回転数が上がり、故障のため下がらなくなったので、ギアをニュートラルにして直ちにエンジンを切った。答えは、誤りです。四輪車で走行中、故障のためエンジンの回転数が上がったまま下がらなくなったときは、ギアをニュートラルにして、エンジンの力が車輪に伝わらないようにし、ブレーキをかけて速度を落とします。そして、車を停止させてからエンジンスイッチを切ります。四輪車には、ハンドル操作を軽くして回しやすくする装置や、ブレーキを安全に効きやすくする装置があります。走行中にエンジンスイッチを切ってしまうと、これらの装置が働かなくなるので、ハンドルの操作が重くなったり、ブレーキの効きが悪くなるので危険です。そのため、車が完全に停止してからエンジンスイッチを切るようにします。なお、二輪車の場合はエンジンを停止させても、ハンドルの操作やブレーキの効きに影響がないので、エンジンスイッチを切ってエンジンの回転を止めるようにします。問題47。安全地帯の左側と、その手前30メートル以内の場所は、追い越しをしてはならない。安全地帯の左側と、その手前30メートル以内の場所は、追い越しをしてはならない。答えは、誤りです。安全地帯の左側と、その手前から30メートル以内の場所は、追い越し禁止場所ではありません。追い越しを禁止する場所ではありませんが、安全地帯の左側と、その前後10メートル以内の場所は、駐停車禁止の場所であったり、安全地帯に歩行者がいたり、安全地帯のある停留所に路面電車が停止しているときは、徐行しなければならない場合になります。紛らわしいのでご注意ください。なお、追い越しを禁止する場所には、次の場所がありますのでご参考にしてください。道路の曲がり角付近や、勾配の急な下り坂と、上り坂の頂上付近。勾配の急な下り坂と上り坂の頂上付近は、上り坂と下り坂に限られていますので、ご注意ください。その他、追い越し禁止の標識のある場所。トンネルは車両通行帯がある場合は除かれています。交差点と、その手前から30メートル以内の場所。この場所は、優先道路を通行している場合は除かれています。踏切と、その手前から30メートル以内の場所。横断歩道や自転車横断帯と、その手前から30メートル以内の場所もあります。これらの場所では、自動車や一般原動機付き自転車を追い越すため、進路を変えたり、その横を通り過ぎたりしてはいけません。問題48。緊急自動車が近づいてきたとき、近くに交差点がなかったので、一時停止しないで、道路の左側によって進路を譲った。緊急自動車が近づいてきたとき、近くに交差点がなかったので、一時停止しないで、道路の左側によって進路を譲った。答えは、正しいです。
近くに交差点のない道路で緊急自動車に道を譲るときは、道路の左側によって道を譲ります。この場合、一時停止しないで譲ることができます。つまり、一時停止の義務はなく、原則として左によって譲れば良いことになります。なお、交差点やその付近で緊急自動車が近づいてきたときは、交差点を避けて、道路の左側によって一時停止します。交差点付近では、緊急自動車が安全に円滑に通行できるように、緊急自動車の通行を優先させます。また、一方通行の道路で道を譲るときは、近くに交差点のない道路では、車が左側に寄るとかえって緊急自動車の妨げになるときは、右側によって道を譲ります。交差点やその付近で緊急自動車に道を譲るときも同じように、一方通行の道路では、車が左側に寄ると、かえって緊急自動車の妨げになるときは、交差点を避けて、道路の右側によって一時停止します。問題49。車の停止距離は、路面状態やタイヤの状態に関係なく、ブレーキを踏む速さと強さで決まる。車の停止距離は、路面状態やタイヤの状態に関係なく、ブレーキを踏む速さと強さで決まる。答えは誤りです。停止距離はブレーキを踏む速さと強さだけで決まるのではなく、天候などによる路面の状態やタイヤの摩耗状態、重い荷物を積んでいる時も停止距離が長くなるなどの影響があります。ここで運転者が危険を感じてから車が完全に停止するまでに必要な距離の意味を確認しておきましょう。停止距離とは、運転者が危険を感じてからブレーキをかけ、ブレーキが実際に効き始めるまでの間に走る空想距離と、ブレーキが効き始めてから車が停止するまでの間に走る制動距離を合わせた距離を言います。そしてこの問題文のブレーキを踏む速さは空想距離に影響を与え、ブレーキを踏む強さは制動距離に影響を与えますが、路面の状態やタイヤの状態も制動距離に大きな影響があります。例えば、路面が雨に濡れていたり、凍結路や積雪路の場合は路面が滑りやすく、タイヤがすり減っている場合や、重い荷物を積んでいる場合も車が止まるために必要な制動距離が長くなるので、たとえブレーキを早く強く踏んだとしても、タイヤがスリップなどを起こし、制動距離が長くなるので停止距離も長くなります。なお、運転者が疲れている時などは、疲れていない時に比べて危険を発見したり、判断する時間が長くかかるので、空想距離が長くなり、停止距離も長くなります。問題50。車両通行帯が黄色の線で区画されている道路を通行している時、緊急自動車が近づいてきたので、進路を譲るためその黄色の線を越えて道路の左側に寄せた。車両通行帯が黄色の線で区画されている道路を通行しているとき、緊急自動車が近づいてきたので、進路を譲るためその黄色の線を越えて道路の左側に寄せた。答えは正しいです。車両通行帯が黄色の線で分けられている場合でも、緊急自動車に進路を譲るときは、この黄色の線を越えて進路を変えることができます。黄色の線の車両通行帯は、この線を越えて進路を変えてはいけないことを示していますが、この場合のように緊急自動車に進路を譲るときや、道路工事などで通行できないとき、また、緊急自動車に進路を譲ったり、道路工事などのため進路を変えた後、元の車両通行帯に戻るときは、この線を越えて進路を変えることができます。これで、今回の動画は終わりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が役立つ情報となりましたら嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。